Hello everyone、宗父ちゃんです。本日の動画はキャンプ用の手斧をリメイクする。行ってみよう。今日はキャンプ用の手斧をリメイクしていきたいと思います。質問等あればコメントくださればお答えしますのでよろしくお願いします。それといいねボタン、チャンネル登録、通知オンしてもらえるとこれからの励みになります。よろしくお願いします。いつもキャンプとかでブッシュクラフトカービングするときに使っている手斧はキャンプ場かどこかで拾ったもので研ぎ直して使っていましたが、ずっとしっくりこないと思いながら使っていました。刃が短めのハマグリ刃でクラフト向きではなかったんです。そこで今回それをクラフト向きのすぐ刃に作り変えるついでに見た目もちょっとかっこよくなるようにリメイクすることにしました。形を変えるのに削るのが一番手っ取り早いですが、そのまま削っていくより楽に作業ができるようにまず焼きなましをしてから削っていこうと思います。焼いていくために色がいるのですが、家にあるもので何とかできないかといろいろ考えました。ずいぶん前に作った自分の焼肉用七輪をベースにロケットストーブにも使ったウッドストーブから拝借したファイヤーブリックを並べて貝色にすることにしました。炉の温度を上げるためには空気を大量に吹き込まないといけないのですが、ブロワーを持っていないのでその役目には掃除機を逆に使うことにします。焼きなましは真っ赤に焼いた後にゆっくり冷ます必要があるので砂を用意しておきます。炉の燃料は去年使って残っているバーベキュー用のチャコール。チャコールから煙が出なくなるまで待ってから炉に入れます。掃除機のスイッチを入れて風を送り込みます。しばらくしたら良い感じに火を吹き上げ始めたので斧を入れて加熱します。均一に熱が入るように注意しながら全体に赤くなるまで加熱しました。真っ赤になったら炉から取り出して砂に埋めます。触れるようになるまで冷めたら取り出して次の工程に行きます。軽くワイヤーブラシなどでこすってすすを払います。新しいデザインを書き込んでいます。グラインダーで形を出していきます。
次に刃の部分の削り出しです。刃の角度を少し変えたので、かなり削らなければなりません。ベルトサンダーがあれば一番いいのですが、残念ながらないので、ベンチグラインダーで荒出しします。これくらいまでできたら、あとは鉄鋼ヤスリで削ります。刃がまっすぐになるように気をつけながら削っていきます。焼きの増ししてあるので結構楽に削れました。刃がすぐつけられるようにギリギリまで攻めておきます。焼き入れしてからだと硬くて時間がかかるので、この段階でやっておくのが得策です。いよいよ焼き入れをします。炉の準備をします。基本的には刃が赤くなるまでしっかりと加熱するところまでは焼きなましと同じです。焼き入れには砂ではなくお水をたっぷりと金物の容器に用意します。プラスチックのバケツだと焼いた刃が当たると溶けてしまうので避けた方が良いです。刃が真っ赤に焼けたら、プライヤーなどしっかりと保持できる道具で真ん中を掴んで取り出して、刃の先の部分だけを水に入れて7秒ほど冷やし、ひっくり返して反対側のハンマーの部分も表面だけを水に入れて7秒ほど冷やします。数え終わったらそのまま刃全体を水に入れ込んで冷やします。焼き入れはこれでできました。なぜこういうやり方をするかというと、水や油で急激に冷やされると金属は締まって硬くなります。これが焼き入れなんですが、もし全体が硬いと硬すぎて割れる可能性があります。しかし刃の先だけを冷やすことで他の部分は比較的柔らかい状態にできるので、それがクッションのように働き、割れる可能性を低くすることができるわけです。ワイヤーブラシで両サイドを磨きます。上と下の面は100番の紙やすりですすなどを落とす程度に磨きます。携帯用の研ぎ石でさらに磨きます。粗とから磨きます。続いて一段細かい方でも磨きます。これぐらいで十分そうですね。それでは刃を研いでいきます。同じ研ぎ石の粗とから研ぎ始めます。クラフト向きの手斧に仕上げたいので、丸まったハマグリ刃ではなくすぐ刃にするため、角度をできるだけキープすることを意識して研いでいきます。実際少しカーブしてしまうものですが、極力まっすぐに。動きは円を描くようにくるくると動かします。大きな傷がなくなって返りが出てきたら裏面へ。返りとは刃が削られて尖る時にできるささくれみたいなもので、この状態だと下の面に向かってできるので、奥から手前に軽く触ると感じることができます。研ぎができているかどうかの判断するのに重要なので覚えておいてくださいね。それが刃の端から端まで出てきたらひっくり返して裏面も同様に研いでいきます。裏面も終わったら砥石をひっくり返して細かい方でも同様に研ぎます。両面できたら包丁用の中砥石で研ぎます。
今度は刃を持って研ぐので反対ですが、研げたかどうかの判断は同じように帰りで判断します。ここでもすぐ刃を意識して砥石に対して角度はキープすることを意識しながら研ぎます。帰りが全体に出たらひっくり返して同様に研ぎます。仕上げ砥石でも同様に研いでいきます。裏面の返りを最後に一度だけ砥石に当てることで取り、研ぎは終了です。うまくいけば斧でも紙が切れますよ。この斧はすごく錆びやすいので一応黒錆加工をしておきます。斧の刃がすっぽり入るプラスチックの容器を用意し、それに満タンの水を鍋で沸かしてティーバッグ4つほど入れて濃い紅茶を作ります。それにお酢を大さじ3杯ほど入れて溶液を作ります。容器に斧を入れておき、容器を入れて3時間ほど置いておきます。こんな感じです。あまりきれいになっていませんが、錆び止めなので気にしません。最後に斧の部分が黒いのは嫌なので、刃を2000番の紙やすりで磨き直します。最後はオイルを塗って終了です。あとはキャンプ用の手斧をリメイクする後編に続きます。この動画いいねと思ったらいいねボタン、チャンネル登録、通知オンよろしくお願いします。それではまた。See you next time! Bye!